一回も成功していなかったものを大変だったんですけど、西川から来たみたいな、そういう命名になってます。いろんなものを一つの微生物が食べるってことを世界で初めて明らかにすることができまして、3万年のイベントがそのボックスの中で起こっているってことになります。使った黄色の土を肥料代わりに使えるよというようなデータを出すことができました。なんとなくいいんだろうなっていう漠然とね分かってはいるんですけれども、そうやってデータが出るとさらに可能性を感じてしまうんですけど、全てのなんか調べているその結果がスーパーキエロに着地するんじゃないかという、そういうことですね。キエロの分解能力とか、そのできた土の栄養素にはすごく環境への大きなインパクトが今後出てくるんじゃないかなというふうに思うんですけど。その通りだと思いますね。生ゴミなんですけど、鎌倉市の、燃やすゴミですかね、のだいたい 42% が生ゴミだって言われてですね、それでその生ゴミのうちの8割方が水分です。だから水分燃やすっていうのは非常にエネルギーが必要なんですね。だから普通は他のプラスチックなんかと一緒に燃やしたりしてるわけですけど、CO2 がいっぱい出るってことですね。だからそれをキエロで分解してやればですね、CO2 の発生量としては大体 99% 減るよというふうに言われてます。っていうことはですね、当然運んだり燃やしたりで、いろんなCO2 が発生するわけなので、あとコストもかかりますよね。鎌倉市っていうのはクリーン製粉がなくなってしまって、逗子とかそっちの方へ運んで焼いてもらってるんだと思うんですけど、そうするとやっぱり当然コストも発生しますし、それを自分の家庭で処理できれば、それは行政にとっても非常にいいシステムものじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。まだまだありますよ。次はですね、生分解性プラスチックグリーンプラネット。このグリーンプラネットというプラスチックがですね、スターバックスのストローでも話題なんですか？ちょっと前に切り替えられたんじゃないかな。その前は紙のストローですね。そうするとどうしてもちょっとこの辺くっついたりですねあんまり使用感としてはよろしくなかったのかなということで、それでプラスチックなんだけど、自然界で分解できるようなものということで、これ金香さんっていう会社の製品になるわけですけど、グリーンプラネットというものに今置き換えられているということになります。なるほど。こちらのプラスチックが数日で分解できることが分かったということなんですが、これストローとかフィルムとかで使われてるわけなんですけど、それを土に埋めるわけですね。キエロとかに、僕もやったことあるんですけど、やっぱり数ヶ月とかかかるわけですよ。どうしても時間かかってしまう。分解はします。確かにします。だけどもうちょっと早く分解できるとさらにいいだなということで、金香さんの協力を得ましてですね、グリーンプラネットを作っている工場の中のそういう微生物のサンプルをいただいて、でその中からですね、分解菌を探したということになります。そうすると、フィルムで3日間、ストローで2週間で、さらにこれは向上すると思ってますけど、それぐらいの時間で、非常に短時間で、分解するということを明らかにすることができました。このグリーンプラネット、今おっしゃってくださったようにストローとフィルムとその他にも展開ってできるんですか？あとスプーンとかそういうのも、スプーンも、あと発泡の材料もあったかな。結構金香さんってもともとプラスチックをやってた会社なので、そういう加工の、能力っていうのは、持っておられて、なるほど。全てこれに置き換えられるというわけではないとは思いますが、自然界に出る可能性のあるものについては、こういうものを積極的に使っていってもいいのかなと。そうですね。最初の西川演出の P ライフに出たものでも、それに該当するかなと思いますけど、中で回収できるようなものだったら、それはそれでいいわけです。入れる必要はないし、そういうものを PP だったら PP でも回収してまた再利用すればいいわけなので、例えば袋であったり、そういうもの出ちゃう可能性ありますよね。そういうものについてはこういう生分解性のあるものを積極的に使っていくっていうのはいい方法じゃないかなというふうに思います。そうですね。今お伺いしてても、リサイクルに回すのと生み出す際に分解されやすいものにする、その両輪でいくと今のいろんな問題が結構軽減していくんですかね。と僕は思ってますね。全部生分解性にする必要はないと思うんですね。だから得意な
ところもあれば不得意なところも当然ありますので、だからそれぞれやっぱり一番いいところで使っていく、コストの問題もありますけど、のがやっぱりこれからいいんじゃないかなというふうに思ってます。ありがとうございます。それではですね、5つ目のですね、とっても処理しにくかったポリウレタン、それが分解できるという研究だったんですけれども、家電やクッションなどに使用されてるんですか？そうですね、ポリウレタンですね。クッション材だったり、あとは、エスカレーターの手すりでこういうのがこう長いのこう回ってると思いますけど、あれなんかもポリウレタンなんですけど、これがまた分解できなくてですね、それで、でかい塊はまだいいんですけど、ちょっとついたようなところとかがもう残っちゃってですね、もう焼くか埋めるしかないみたいなことで、それで今これは三菱電機さんと一緒にやってる仕事なんですけど、先生なんとかなりませんかねということで、それで共同で分解菌を探し始めてですね、これも数年かかってるんですけど、やっと見つかって、今回発表できたということになります。すごいですね。これは処理ができるっていう入り口の部分っていう感じなんですか？一番最初のところですよね。とにかく分解菌でちゃんとウレタン結合って言うんですけど、それを食べたっていう報告がなかったので、それをこう初めて見つけたということで、これからいろいろゲノム解析とかいろんな分析をやってですね、明らかにしていくわけですけど、最初の第一歩ということになります。素晴らしい。ここまで全部プレスリリース紹介したんですけど、これ全部慶応の生徒さんがね、そうです。一生懸命やったんですよね。学生が偉いです。先生もすごい先生がいるからこそなんですけど、すごく頑張られたんですよね。その通りです。一度私も研究室にお邪魔したことがあるんですけれども、本当に皆さん静かな情熱を持って一生懸命取り組まれてるっていう様子をすごい肌で感じて、結構うるさいんですけどね。未来明るいなって思いました。ありがとうございます。皆さんこの時点でも結構じゃあこういうことできるのかなっていろんなねワクワク生まれたんじゃないかなって私は期待してるんですが、僭越ながら鎌倉市の主婦代表として一つこれはできるのかなっていう質問を先生にさせていただきたいと思います。じゃじゃん。納豆パックは自宅で処理できるようになるっていう質問なんですが、先生いかがですか？なかなか難しいでしょうね。そうなんですか？自宅では無理。で結構毎日食べるじゃないですか。確かに。それで毎日出てくるやつをどんどん分解していくって、それで家族何人かで食べたりするじゃないですか。結構な量出るんですね、これ。そう考えると今の段階では難しいですね。そうですか。それでパックもあれば、タレ入れる袋もあれば、からし入れる袋もあれば、上にかかってるフィルムもあれば、多分全部種類違うと思うんですよ。となってくると1種類の微生物ではなかなか難しいですね、これ。となってくるとちょっとなかなか難しいかなっていう気はしますね。そうですか。生分解性にできるに変えましょうか。だからそれも現状のプラではちょっと難しいと思いますね。現状のプラでは難しい。素材をまた変えるであろうとかってことにするのであるならば、それはそれでありかなとは思いますけど、それこそ昔みたいに藁で進むとか。いいですね。経路でいけますね。竹みたいな進むとか、そういうのはちょっと衛生面とか別としてですね、昔に変えるっていう意味ではそれは一つ手かなとは思いますけど、今の現状のものを冷静に判断すると今の技術ではちょっと難しいと思います。それをお聞きするとやっぱり今あるものに立ち向かっている先生たちもいらっしゃるし、今の現状のその素材に私たちが疑問を持つっていうことも大事ですね。すごく重要だと思っていて、例えばボトルでもペットボトルあまり僕は使わないんですけど、でそれもね、昔は瓶だったり、牛乳でも僕子供の時は瓶だったんですけど、あれだと洗えば済みますよね。ちょっと見栄えはどうしても傷とかついて汚れてはくるんだけど、汚いわけではないですよ、ずっとリサイクルできるし、それでもし割れたとしても、あれ石と似たようなもんですから、ガラスですからね、だから自然界に出たとしても何も悪さしないわけですよ。輸送で重たいからコストがかかるとかっていうのはあるかもしれませんけど、
やっぱりそういう目で、我々消費者としても見ていくっていうのは重要なんじゃないかなと思いますね。便利さの裏にちゃんとそのエコ意識があるかどうかっていうのを、消費者も心のねどこかに置いておいた方がいいっていうことですね。いや、その通りだと思いますね。ではこれまで5つのプレスリリースを出されて本当にお忙しいですよね、きっとね。今後の展望をお聞かせいただけたらと思うんですが。そうですね。今微生物がいろいろ見つかってきたところです。で、また効率としては低いものもありますので、これからはそれを速度を上げていくっていうことは当然必要になってきます。となってくるとですね、どういうメカニズムでプラスチックを食べてるのかなっていうのを明らかにしなきゃいけないので、ゲノム解析と言いますか、微生物の中にゲノムっていうのが DNA とか入ってるんですけど、それを調べたりですね、あと条件を最適化したりということをしてですね、どんどんスピードアップしていくっていうことは当然やっていかなきゃいけないなというふうに思ってます。ぜひね、皆さんもコメント欄でもメールでも結構ですので、こちらの研究からこういうことできるのかなみたいな妄想をぜひお聞かせください。それでは基本質問に入らせていただきます。宮本先生個人が理想とするものまたは目指すものを教えてください。はい、僕は慶応の人間なので福沢先生の言葉を使いますと、未だ心水して先に疑うものは勇者ではないという言葉があります。やる前からですね、いろいろなことを心配したり文句言ったりしてですね、やらないっていうのは勇者じゃないよという意味合いになるわけですけど、全くその通りで、とにかくやってみるっていうのは僕非常に大切なんじゃないかなと思ってます。だから学生さんがですね、もし何かやってみたいんですけど、いうことを言ってもですね、もう頭のごなしにやめろとかいうことは絶対に言わないようにしてます。もしでも失敗してもですね、そこから学ぶものっていうのはやっぱりすごく大きいと思うんですね。特に学生さんは。で、僕なんかはやっぱり学生と比べれば経験もありますし、知識もあるので、どうしてもそっちから見てしまうんですね。それはあんまりよろしくないということなので、できるだけ学生さんのそういう意見はですね、邪魔をしないようにして、できるだけやらせてあげるようにということは心がけています。いや、素晴らしい。福田諭吉先生のようにまずはチャレンジしてみようよと。そういうことですね。新しいことをやってるので、研究っていうのはやっぱり答えがないんですね。ある程度当然設定しますけど、そこに至るルートはいろんな道があってですね、例えば何かを分解する微生物だってどれがいいかわからない、いろんなとこが選択肢があるわけですよ。だからそこに向かって頑張っていくっていうのは非常に大切で、それで大概は失敗するんですよ。研究って難しいんですよ。誰しもうまくいったら誰でもノーベル賞取れるので、そんなことは絶対ないわけです。学生もですね、もう本当に苦労するわけなんですけど、そこに至るまでのその苦労の体験、それを乗り切ったことは自信にもつながると思いますし、それで社会に出たらそんなこといっぱいあるわけで、それのトレーニングの場じゃないかなと思ってます。それではですね、次が最後の質問になります。この質問はこのチャンネルのインタビューに出てくださっている皆さんにお伺いしています。あなたにとって学びとは何でしょうか？なかなか難しいんですけど、先ほどのいろいろなプラスチックを食べたよというのも、常識では考えられないことなんですね。で、それを発案したのは学生さんです。そうきたかと。僕の頭の中にはなかったんですね。っていうことなので、研究やってるとですね、新しい発見っていうのはいっぱいあります。それで僕の考えをはるかに超えたようなことも出てくるわけです。ってなってくるとですね、やっぱりもう一生学びだなと思ってですね、それで先ほども言いましたけど、やっぱり学生さんが自由にそういうことをやってくれている、そういう環境っていうのを僕は提供すべきだし、そこからやっぱり得られる学びっていうのは非常に大きくてですね、で一緒に学生さんと学びながらですね、学生さんもやっぱり学ぶところ多いと思うんですね。やっぱりね、そういういい
ことばっかりではないんですけど、はい、失敗からでも学ぶことっていうのはいっぱいあると思いますし、お互いに学びながらですね、成長していけたらなというふうに思ってます。生徒さんが学ぶ場で先生も学んでらっしゃるんですそね。の通りです。なるほど。それではここで宮本先生からのお知らせです。お願いします。はい。5月の24日の土曜日にですね、はい、鎌倉市役所の横の駐車場ですかね。はい、ここでワンデーパークというイベントがあります。そこにですね、僕と原沢さんが登場してですね、はい、司会が山崎さんで、はい、トークショーを、はい、行いますので、はい、ぜひいらしてください。はい。西釜エンシスについて中心となった方々お二人をお迎えしていろいろお話を伺ってまいりますので、ぜひ皆さんいらしてください。それではですね、宮本研究室ほか宮本先生に関する情報は概要欄の方に記載しておきますので、ぜひそちらの方からも詳しくプレスリリースとかもチェックしてみてください。私たちの周りの何気ない土からですね、いろんな発見があったっていうことが今日本当に勉強になったなと思っています。環境の負荷を減らすためにですね、先生はじめ生徒さんたちが一生懸命研究を重ねているっていう、そういうことがあるっていうことをですね、ぜひ皆さんに知っていただけたらなと思って今日先生をお迎えした部分もあります。ぜひね、皆さんも環境が良くなっていく方向に研究結果からワクワクするような妄想を描いてですね、ぜひ教えていただけたら嬉しいなというふうに思います。この動画が気に入った方はぜひいいねやチャンネル登録をよろしくお願いします。本日は宮本先生ありがとうございました。